起きていたっていう人の方が多いのでは？今日はおはようございますですけど、起きてはいらないのでは？起きていましたっていう感じではないのかな、皆さん。ゴールデンウィークですからね、そういう人がいるのは当たり前ですよね。そういうわけでね、今日も皆さんいろんなニュースが入っているということですから、明日ここライブは元気に6時から配信をさせていただきます。今日もいろんなニュースが入っているということですよ。今日もね、私の頭の上でガタガタ騒いでいるのがこちらの視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。ガタ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 、いつもより元気なガタガタが見られますね。これ元気ですね、皆さん。おはようございます。それではね、今日もね、通常通り休みでもね、やっぱ働いてる人はいるのでね、この時間に起きて頑張る皆さんのためにニュースをお伝えしていきますね。それではね、今日の初めのニュースはなんとクソザコ速報から入ってますね。こちらこれねもう久々にこのでかいの出してみた。なかなかねこれでかいの作っといてね使わなかったんでね、皆さんこれね切り取って素材にどうぞ。なんと先日行われましたこちらのねとある DJ による配信の中でですね、なんかねちょっと怪しいクソザコが起きてしまったらしいんですね。なんだかねクソザコらしいんですよ。一体どこがクソザコなのでしょうか。こちらがね問題の配信なのですが、これねちょっとアップにしてみましょうか。これクソザコですね。これ間違いなくクソザコですね。これはクソザコなのではないでしょうか。これ着ちゃいましたね。これどこかで見たことがある T シャツだと思ったんですよ。これに対し桐生少しはザコティの季節なのにで歩けず残念。やっぱねせっかく暑くなりまして、やっぱ暑くなれば T シャツを皆さん着て歩くではないですか。それをね私も外で出歩いている時にあの人ザコティ着てくれているとかねやるのがめっちゃ楽しみだったんですけども、これもうね今そういう場合ではなくなってしまってちょっと残念ですよね。やっぱりせっかくの T シャツですからね、皆さん配信をする時も見る時もぜひ着てください。もちろん推しの T シャツをね着ることでねテンションは30倍、もう着て歩くだけで宣伝効果も100倍。もうこれはね着るしかないですよね。皆さんの意見は？これはグラスレッドグラディスが入りましたね。グラスwell なんかね喜んでますね。これまでテンション上がりますからね、皆さんもぜひ実行していってくださいね。もう来てらっしゃる。もう来てる人いますね。嬉しいですね。これそれではですねこちらですね次のニュースなんですけども、これもクソザコなんですよ。ちょっと見ていきましょうか。実はですね先日行われましたこちらの神絵師たちによるお絵描き配信。こちらね渡部とココシがメンバーシップのスタンプをお互いにプレゼントし合う、つまりお互いに絵を描いてプレゼントをするというようなね配信を行ったのですが、なんとこの中でねこれひどいことが起きましたよ。なんとこちら角巻渡部氏が桐生少しの絵をぐちゃぐちゃなどと言ってしまったことでガチで微妙な空気に配信中なってしまったようなんですね。これどういうこと？これやばいのでは？一体どういうことなのかはやはり実際に見てもらった方がいいでしょう。
こちらをご覧ください。眉毛こんな感じ、ほわーんって感じ。かわいいの渡目。かわいい。顔ぐちゃぐちゃだけど。ぐちゃぐちゃどこがおい悪口言ったよ。言ってない。あ、そっか、悪口になっちゃうんだね。ぐちゃぐちゃは悪口やね。自分の顔だけど。私が書いてんだよなんだよお、捨て頃かってコメントが。ぶん殴り合い始まっちゃうよ。おいこれちょっと耐えられない空気になりましたね、これ。これは一体どういうことなんですかね。これに対する皆さんの意見は不仲説キスってね。これちょっとやばいんですよね。これまずいですよ。これね、まずいですよね。ですがこちらに関してなんですが、実はこれね、私の視点とわための視点でね、同時に配信をしていたのですけども、これね、私の配信の映像ですね。今のは私じゃね、桐生水越の配信の視点を皆さん今見たんですけれども、こちら渡部氏の配信を見ますと、なんとこちらね、桐生水越がさっき描いていた右上の絵が渡部の視点ですと。これ渡部の視点ですと、このような状態になっていたらしいんですね。どうやらね、私も渡部も絵は全くわからないので、全くね、水越も渡部氏も絵は全くわからないので、まずよくわかんないですけど、なんかレイヤーがどうとかなんかそういう関係で、渡部氏の配信では渡部氏にはこのように見えていたということですね。これはぐちゃぐちゃですね。これに対し皆さんの意見は、これはぐちゃぐちゃ、これはぐちゃぐちゃ、これは確かにぐちゃぐちゃ、これは間違いなくね、ぐちゃぐちゃですね。これを見てね、この渡部どういう気持ちで私が頑張って可愛いの描いてるとか言ってるの見てたんですかね。これ非常に不安になる様子がわかりますね。これに対し有識者は、すれ違いはこのようにして生まれる。これはね、もうすれ違いの生まれ方を皆さん見てしまいましたよね。渡目は悪くないよね。もう全く悪くないということは発覚をしてしまったようですね。実はですね、こちらのちょっとすれ違いが起きて、すぐにね、もちろんすぐにぐちゃぐちゃ発覚したので分かったのですけれども、無駄かなんてないから、ちょっとね、桐生水越がね、マジでぐちゃぐちゃと言われてしまったかもしれないようで、ちょっとドッキーってなってしまったのはありましたけど、あれが分かったということで全く問題はなかったというねことですね。それにですね、いいこともありました。実はこの配信をきっかけに発見があったんですよ。なんとですね、この羽のタイプのここマウスのカーソルに最適じゃねということが実は発覚いたしましたんですね。これね、マウスにするとめっちゃ使いやすいんですよ。皆さん、これの使い道もう一個あったね。というわけでですね、こちらのマウスカーソルなんですが、概要欄で無料でダウンロードできるようになってますので、皆さんよろしければですね、無料で自由にダウンロードして自分のパソコンでも使えますので、概要欄見たらね、ここからダウンロードって書いてあるので、ぜひ自由にダウンロードして使ってみてくださいね。結構設定簡単なので、マウスの設定開いてこれ保存してこれってやるだけなので、よかったらぜひ使ってみてくださいね。それでは次のニュースです。なんとありえない速報が入ってきましたね。こちらありえん速報です。なんと先日行わ
られました？大空エスバル氏の配信。こちらの配信の中でなんとエスバル氏がディックピックの被害に遭っていたことが発覚をしたんですね。これありえん速報ですね。最低ですよ皆さん。これ皆さん知らない人のためにね、マルチカーソルでねみんな使ってくださいね。知らない人のためにディックピックとは何なのかを説明をしますとね、これね実はねよくあるんですけど、女性の SNS などのなんというか DM ですか、 DM というかその連絡 SNS に限らずなんですけれども、女性に対し突然局部の汚ね画像を送りつけるという最低のことをねやらかす事件がね実はインターネットでは多発してるんですよね。これね海外日記が Wait what びっくりしてますよね。海外日記はねもうねすぐ読めますからね分かっているんですね。実はこちら桐生水越も被害経験あり。もうねこれね許されないですよ。もうねありえない。これはねありえないですね。ですがこちらなんですけども、実はこれね配信見ている女性の方でも私もなったことやられたことあるんですけどという人いると思うんですよ。実は皆さんねこれひどいんですけど、あまりにもそこら中で起きている話なんですよ。実はですねこれ論文にもなるほど世界共通の問題なんですね。こちらね日本だけでの問題ではないんですよ。これねなぜ野郎は脈絡なく局部写真を送るのか。これねなぜこんなねことをね野郎はしてくるのかというね論文もね発表されているほどにねこれ最低の事件なんですけども、そこら中で起きているんですよ皆さん。これねとっても深刻。これに関してはもうね不快以外の何者でもありません。もう不快中はねここではね下ボ泣きしていただきたいほどに不快なんですよね。これねあまりにも世界共通の問題にもかかわらずなかなか解決策が浮かばないというのもですね、やっぱり知らない人から突然送られてくるものなので防ぎようがないんですね。エアドロップをされましたり、ダイレクトメールを開けていたら突然送られましたり、そういった問題が非常に多発。しかもね公然わいせつというのもね公然ではないというのでちょっと微妙に訴えられないですとか、もちろんもうこれ犯罪行為であることは間違いないんですけども、訴えるとなったらちょっとというところがあるので非常にねこれね不快な問題なんですけどもね、もちろん男性みんながするわけではないですよ。一部の人がやりまくってるだけなのでちょっと頭のおかしいね人がいるんですけども、こちらもうねあまりにも世界共通の問題なんですけどもね、このようにねどうすればいいのかという対応には様々な議論がされている最中ということなんですからね、もう皆さんねこれを知っていただきまして、とにかくこのようなことを自分は絶対にしない。そしてされている人がいたらもう常に厳しくねこういうの俺こういうのやってんだよねというような人がね周りにね一人でもいたらもうすぐにちょっとぶちのめしていただきたいということをねぜひねお願いしたいですね。これは絶対に皆さんねこれね油断してはいけない、そして、ね、許してはいけないということをぜひお願いしますね。1人目は無視して2人目からは前の人のブツを繰り返してブツチェーンにするということもできますけど、なんでこっちがそんなことしてやらなあかんねんというね、もうそういうのもありますのでね、皆さんねこれ有識者にちょっと意見を聞いてみましょうか。有識者によりますともうやっぱりね対策としてはこのポップアップの義務化をしてほしいというのがありますよね。皆さんねもちろんねディックピックだけではなくていろんなことがありますよ。誹謗中傷ですとかいろんなメッセージ、そのメッセージお前母ちゃんにも同じもん送れますか。よく議論さ
えますのが、いや男性のディックピックはこれ女子が突然送ってくる自撮り、いや興味ない女子が送ってくる自撮りと同じだよって言うんですけど、いや同じじゃねえから、自撮りはお前のブツより深いじゃねえから。しかも言っておきますけど、そういう風に語る人に言いたい。女子の自撮りは母ちゃんに送れるからね。お前のその下の方の脳みその自撮りは母ちゃんに送れないだろ。そういうことでね、ぜひこれをね、このポップアップ義務化してほしいですよね。皆さんの意見は、せやな、母ちゃま、くさ、一生は無理がある。もう無理がありますよね。でもね、インターネットで私調べましたら、これは女子の自撮りと一緒だからと語ってる人の多いこと、もうね、一緒じゃないから、それだけを皆さんにね、お伝えしたいと思います。ちなみにね、ホロライブの人にそんなことをもうね、エスバルパイセンにやった人ももう許されないんですけどもね、ホロライブのアイドル、そして全ての女性アイドル、全ての女性にこんなことをした人はね、とりあえずホロライブにおいてはね、人生が終わると思っておいてくださいね。それでは次のニュースです。クソダサ来ちゃいましたね、これ。なんとですね、これ大変なことが起きています。皆さん、PP 天使のメンバーシップに聞きです。なんとね、PP 天使メンバーシップをね、まだ解禁していないのですけれども、これね、メンバーシップに名前が付けられるんですよ。例えば、なんとかへようこそってメンバーシップ入ったら出るんですけども、そちらの名前をですね、こちらね、Twitter でアンケートを取っているのですが、これダサすぎますよね。これあまりにもひどい。これはちょっとさすがにチェンジですね。現在ですね、このような結果になっているようなのですが、これはちょっとこれ全部チェンジですよね。皆さんの意見は全部ダサい。くさこれはクソダサ。絶妙なダサさ。センスどうなってる？ダッカナタ。私はね、ダッカナタがね、もう突き抜けてダサいと思ったので、ちょっと投票しちゃいましたけど。でもですね、カナタン諦めていないです。その上さらにね、何かほざいているようですので、ちょっとね、誰かちょっとハッシュタグカナタやめろ、ハッシュタグカナタやめろで、誰かちょっといい案を、まともな案をね、つぶやいて助けてあげてほしいと思います。それでは次のニュースです。なんとですね、いや、激しいニュース入ってきました。これなんとですね、これ昨日の20時からの白熱速報です。これ昨日の20時から白熱バトルが繰り広げられているということですね。しかも現在も進行中ですよ。皆さん、これね、あまりにも熱すぎてですね、なんと朝ココ P も朝ココの編集が集中できない、あまりにも集中できないという様子があったようですね。これ皆さんどうですか？皆さん、今もう見てます。まだやってて草なんですけどもね、これも伝説やで、これ白熱やで、もう白熱ですね。20時からですよ。皆さん、現在6時19分、なんと現在の時点で10時間20分近い配信が行われ、まだまだの白熱のバトルが行われているようですね。これ知らない人のために説明をしますと、マリンパイセンとこちらコロネパイセンが超兄貴というのを同時にプレイを開始しました。こちらどちらが先にクリアをするかの競争が行われているんですね。そしてまだ終わっていないんですね。これ激アツですよ。これに対しキリウス国士は、視聴者のオッズはイーブン、感想までが待ちきれない、頑張れ先輩。これね、10時間以上の戦
短い、集中力が切れ、眠気が来ることもあるでしょう。もうケツは汗まみれ、もう尻にね湿布を貼りながら、自称17歳頑張っていると思うんです。これね、ぜひともね、でもね、これやっぱりね、最後まで頑張っていくと思うので、頑張れ先輩、お願いします。どちらかが勝者になるまで見守っていくしかないですね。皆さんの意見は、オツワ船長優勢。オツワ船長優勢。この朝ここを編集している間にオツが船長優勢になったのでしょうか。なんとね、これはまずいですね。ほんと2人とも頑張ってくれ。みんなからの応援が激しく届いているようですね。これに対し有識者は、寝るな、もうただひたすらに寝るな。これちょっと20分になっちゃいましたね。これ皆さんもね、ちょっと超兄貴に戻りたいですから、最後のニュースを一つだけ放送させてください。なんとですね、これちょっとやばいニュースが一つ入ってきたんですよ。なんとホロライブアメリカからのココケン氏の速報が入っておるようですね。なんとこれまで散々クリエイターたちの才能を無駄遣いをさせてきましたこちらの高校監視。もうクリエイターの皆さんがね、もうなんでこいつに時間割いちゃったのかわからないですけど、やっちゃったようなのですが、この高校監視、才能の無駄遣いをさせてクリエイターを困らせ、困ってない、クリエイターたちの時間を吸い取ってきた高校監視。なんとまさかの運営過去最大の才能の無駄遣い。ついに運営が最大の無駄遣いをしてしまったようですね。これやっちゃいましたね、皆さん。これまさかの時空を歪めるホロライブの技術力、こうご期待ということで、皆さんもう見せられないよ。今日の天気になります。またやっちゃってるよ、この綿目やっちゃってるよ、これ。もうね、綿目もね、もうあなたも大概時間の無駄遣いですからね。もうちょっと天気、別に雲パンパンパンって書いて2秒で終わらせてもいいんですよ、綿目。というわけで、今日のサーバーたちのパスワードはコシアン KOSHIAN ということで、皆さん、私はコシアン派、綿目と同じです。今日も見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、おはようございました。やべ、最後の書くの忘れた。ざいました。決めるタイプの朝ここ。処理説の運動ですね。あれ、半分はもう死んでんで、これはクソザコ。そういうことですね。さあ、西大だけさあ、西大だけWhat's that? Stay on blood.